、今回はですね、ルームツアーをちょっとしてみたいと思います。いつもVlog で登場しているので、いつも見てくださっている方には、なんとなくねもう間取り分かっちゃっていると思うんですけども、今住んでいるこのアパートがですね、間取りが2ベッドルームという間取りになってます。日本でいうと、2LDK にバスルームが2つ備わっているような間取りになってます。で全体の広さはですね、約100平米で、家賃はですね、今5000ドルぐらいです。なので、日本円だと75万円ぐらいということで、アメリカの、家賃相場もそうですし、物価もかなり高いのでこのぐらいの金額になってます。それではまずですね、リビングルームからご紹介したいと思います。はい、このリビングルームなんですけども、広さはですねだいたい14畳ぐらいのスペースになっております。で天井がですね270センチぐらいあるので、その14畳という数字以上にですね広く開放的に感じます。あと窓もかなり大きめになってますね。で何度も紹介してるんですけども、内側の天井に照明がない、取り付ける穴がないので、間接照明をかなり多く、置いております。あとですね窓の、ブラインドなんですけども、あれは備え付けになってました。でエアコンはですね、ビルトインというかああいう感じのタイプになっていて、ただ年2回ぐらいしか使わないですね。サンフランシスコの気候が、とても良くてですね、ちょうどいい気温で、年間を通して過ごしております。でそれではですね、ここにある、家具とかをちょっとざっとご紹介したいと思います。はい、まず IKEA で購入した、リブリンゲという回転チェアですね。流通があんまりされてないようで品薄な状態が続いているみたいです。私の家の近くの IKEA でも緑色は2つしか入荷してなかったので、もっとたくさん出回ってほしいなと思ってます。とても座り心地のいい、椅子になってます。緑色も可愛いですね。はい、でこちらのですね、コーヒーテーブルは、ウォルマートとあと洋服のギャップの、コラボアイテムになってます。H&M とかザラも、こういったインテリアものを出してますけども、実はギャップも出してるんですね。ちょっと日本では展開されていないようです。これこう重ねてですね、収納することもできますし、こう位置をずらすことによってこのテーブルの、面積を、調整することもできるので、結構重宝しております。はい、こちらのソファーがですねフランネルソファーの、シエスタという商品になってます。日本から船便で持ってきました。シエスタってお昼寝って意味だと思うんですけども、この部分がですね、横になった時に、気持ちよく寝られるような、高さ形状になっていて、お昼寝に最適なソファーになってます。こういった、アシンメトリーなデザインも、可愛いなと思ってます。でこれはですね 2.5 シーターの、ソファーに、これはオットマンですね。これを横に並べて、使っております。はい、こちらのですね一人掛け用の、ソファーは、ボーコンセプトの、大阪チェアというものになってます。生地もですね自分で選んで、ちょっとこういうターコイズブルーみたいな色にしてます。一人掛けのソファーにしては結構大きめサイズになっているので、ゆったりと座ることができます。足の部分が金色なんですけども、この部分も気に入っております。こちらのサイドテーブルはアーバンアウトフィッターズで購入したものです。陶器製で光沢感のあるテーブルになってます。でその上にですねアートブックを重ねて、これはヘイの PC ポータブルライトですね。そしてダイソンの扇風機に、このテレビは75インチのサイズになってます。でテレビ台がですね、これは実はテレビ台ではなくて、これコーヒーテーブルを2つ並べて置いてます。ちょうどいいサイズのですね
台がなかったのでこのように使ってます。これはターゲットで購入したものですね。はい、こちらの観葉植物を飾っているのは、平安新道さんの、ドローワラインになってます。縦のスペースを、有効活用、できますので、小スペースでもですね、たくさん、植物を飾ったりすることができるので、とても重宝しております。でこの下の、この木製のベンチは無印良品のものですね。次にこの黒い円盤状のものなんですが、バンカンドオルフセンの A9 という、スピーカーになってます。すごいサイズが結構でかいので、インテリアの一部として、かなり目立つ存在になってますし、この木製の足もですねすごい可愛いです。ちなみにこれカバーを取り替えることもできますし、いろんな色のものが売られているので、ちょっと気分によってですねイメージを変えることができます。もちろん音も最高にいいです。はい、この棚はですね、無印良品のものです。これも日本から、持ってきました。なんていうんですかね、あっち側にこう板がなくてもう筒抜けの状態なので、こう窓側にですね設置しても圧迫感がなくて、光もですねかなり、通してくれるので、窓側に置くのにとてもちょうどいいアイテムだなと思ってます。はい、こちらの窓側に置いてあるデスクはターゲットで購入したものになってます。とても小さいサイズなんですけども、引き出しが、2つついてまして、結構収納力もあるので大変重宝しております。ここで、動画編集をしたり英語の勉強をしたり、私にとって欠かせない場所になってます。はい、このデスクもですねターゲットで購入したものになってます。これも先ほどのデスク同様引き出しが2つついていて結構収納力もあります。勉強机とかでも全然使えるものなんですけども、私はこのデスクの上にですねレコードプレーヤーとか、レコード飾ったりとか、キャンドル置いたり、お香を焚いたり、そういったインテリアの小物などを並べてですね楽しんでおります。はい、あとですね壁に飾っている時計なんですけども、これよくご質問いただくんですが、これはですねブルーノに、ブランド名が変わる前のイデアインターナショナルの時の壁掛け時計で、ちょっともう10年ぐらい前に買ったやつなので、ちょっと今はなかなか手に入らないかなと思います。我が家はアートを結構飾ってるんですけども、ターゲットだったり IKEA で買ったり、日本で持ってきたものもあるんですが、高額なアートっていうのは一つもないです。この壁に飾っているおじさんのアートは、以前ドイツに旅行に行った時に購入したものですね。あとレコードを飾っているのは、Amazon で購入したものを、使っております。こういうアクリルを曲げたやつに、画鋲でただ刺してるだけですね。よいしょ。こうかけるだけなので、気軽に、レコードを、入れ替えることができます。あとですね、こういったアートブック、結構飾ってるんですけども、Amazon で買ったものもあれば、アバンアウトフィッターズで買ったものもあります。この無印の棚に置いている、本たちは、近くのですね図書館で買った中古の本になります。はい、リビングルームの紹介でございました。照明についてはですね、以前、照明だけをまとめた動画を公開しているので、概要欄に入れておくので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、次にキッチンを、ご紹介していきたいと思います。キッチンはですね広めな、L 字型のキッチンになっております。一見使いやすそうなんですけども、いろいろと不満なところも多いです。
まず左側から、炊飯器、象印のスタン、その次が、デロンギのエスプレッソメーカーですね。あとこれが、キューリグのコーヒーメーカーになります。数年ぶりに日本に再上陸したそうです。でこれが、エアフライヤー、電気ケトルにこれが IH クッキングヒーターですね。このアメリカのですね、この電気式の、コンロがですね、とても温まるのが遅くて、大変、時間がかかってしまうので、小さな IH クッキングヒーターを使っていつも自炊をしております。電子レンジは備え付けですね。よいしょ。かなり広いです。でアメリカなので、ポップコーンとかのメニューもあります。これ1000ワットぐらいでめちゃくちゃ強力なのですぐに温まります。であとここには、大きめなオーブンですね。ほぼ使ってないです。ちょっと中が汚くてごめんなさい。ピザとか焼くときにたまに使ってます。そしてシンクなんですけども、この大きめキッチンの割にはめちゃくちゃ小さくてサイズ感が伝わりますかね。私の手3つ分ぐらいしかないです。なので大きめな中華鍋とかを洗うときにはとても不便なシンクになってます。でこちらは、食洗機ですね。食洗機は2段タイプでかなり大きいです。ただ乾燥機能がついてなくて、洗うだけの、食洗機になってます。そして冷蔵庫も、備え付けのものになってます。であそこのダイニング、テーブルはですね、これは、Amazon だったかな、アメリカに到着してから購入したものです。椅子も Amazon だったと思います。はい。でこの下に引いてるラグはですね、以前リビングルームで使っていたものです。これも Amazon で購入したものだと思います。そして玄関はですね、日本のような靴を脱ぐところがないので、もう本当にフローリングのそのあたりに靴を脱いでます。こちらの玄関横の、収納ですね。ここに、靴を収納しております。この収納にはですね、靴を、収納する棚が一切なかったので、自分たちで設置しております。これも Amazon で購入したやつですね。はい。であとこの上の部分にも、棚を置いてます。これも Amazon で購入したものです。2人暮らしでこのぐらいの靴の量ですね。多いのか少ないのかちょっとわからないですが、このぐらい靴があります。反対側の方はこんな感じですね。コンビニがないので、飲み物とかお菓子とか、あとは日本で買ったどん兵衛とか湯気、はい、こんなものも置いてます。はい、寝室をご紹介したいと思います。広さはですね、およそ10畳ぐらいかなと思います。はい。この使っているベッドは、クイーンサイズで、これは Amazon かなで購入したものになります。でこのベッドの上に飾っているアートはこれターゲットで購入したもので、このベッドの両サイドに置いてある、サイドテーブル、これはですね、多分 Amazon です。はい。でこの寝室もですね、天井に照明がないので、この、スタンドライトが、大変重宝しております。これはターゲットで購入したものですね。でこの隅にあるですね、棚は、
これもターゲットで購入したものになります。こちらの棚の上には、香水や、メガネ、アクセサリーやあとフィギュア、あとですね、私がちょっと捨てられないんですけども、こういった、香水の箱とかカメラの箱とかそういったのも置いてます。上はこんな感じですね。このアクリルケースは無印良品のものです。指輪を収納したり、あと下にはネックレスとかブレスレットが入ってます。あとこれはメガネですね。はい。次に寝室の奥にあるクローゼットとバスルームを紹介したいと思います。この寝室のクローゼットもですね、結構収納力がありまして、こんな感じに服を収納しております。でこちらのクローゼットは、少しウォークインっていうんですかね、この字型になって、かなり服がたくさんかけられるようになってます。2人分の服を収納しているので、もう今でも結構いっぱいですね。はい。下にはこう無印良品の、収納ケースとかを使ってですね、細かいものもたくさん収納しております。湯船はですね、とても浅いので、ちょっとお湯に浸かることはできないです。シャワールームとして使ってます。でトイレはウォシュレットはないですね。でこの洗面台のシンクもですね、とても小さくて1、2、3、4このぐらいのサイズ感になってます。朝ですね、顔とか洗うともうこの辺に水が飛び散ってしまうので、ちょっと悩みですね。あと鏡の裏にこう収納とかがないので、もう歯ブラシとかスキンケア用品はもうこの上に置いてしまってます。はい、ここが洗濯機置き場、相方の仕事部屋、もう一つのバスルームになってます。この中央の扉は、洗濯機置き場になってます。これも備え付けですね。乾燥機と洗濯機になります。この洗濯乾燥機はですね、終わっても終了の音が鳴らないのでとても不便です。すごい操作もですね、こうダイヤルでなんかシンプルな感じになってます。でも割と新品に近い商品なのでとても綺麗ですね。はい。あと結構ブレードがすごい尖っていてですね、攻撃力が高い洗濯機になってます。ここが相方の仕事部屋になってます。プロジェクターとかハンモックなどもあります。あとこの間ここにアートを飾りました。私もですね、動画編集とか集中したい時はこの部屋で作業したりしてます。でこの仕事部屋にもですね、このように左右に収納する場所がありまして、ここにも一部洋服を収納したりしてます。はい、ここが2つ目のバスルームになってます。
先ほどのバスルームよりは少し狭くなってるかなと思います。よくですねそこで観葉植物の水やりをしています。ここはお客様が泊まった時以外はですねシャワーは使わないです。はい。でここで洗濯を干してます。乾燥機あるんですけどもタオルしか使ってないです。ということで以上が我が家のご紹介でございました。自分のチャンネルでルームツアー動画を出すのが2年ぶりだったんですけれども、以前はですねアメリカに引っ越してすぐのタイミングでルームツアー動画を出したので、その時のね動画と比べると本当に部屋の様子が変わったなと思います。私最近部屋を育てるっていう言葉をよく使ってるんですけれども、本当にまさしく部屋がこの2年で育ったなっていうふうに思います。でルームツアー動画を撮ってみてですねもう2時間半ぐらいかなかかっちゃったんですけど、結構やっぱり撮るの大変ですね。一人でやるといろんなYouTube チャンネルのルームツアー動画拝見していたんですけども、多分皆さん撮るの大変だなって改めて思いましたし、やっぱりこうカメラマンがいて2人とかね3人で撮影をしないとなかなか難しいなと思いました。ちょっと一人でやるのはちょっときつかったですね。というちょっと最後愚痴を挟んでしまいましたけども、次回の動画からはまた通常の Vlog に戻りますので、また次回も見ていただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。